こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。過去に2度ほどほうれん草の栽培に挑戦をしたのですが、2度とも発芽すらせず失敗しました。これはいつもやっているスポンジに切れ目を入れて、そこへ種を植えて、あとは水に浮かべておく浮島式の水耕栽培でやったのですが、全然発芽しませんでした。で、次に試したのが、穴を開けたプラカップにバーミキュライトを入れて、で下から水を吸い上げる方式の、これも何度となく他の野菜でやっているんですが、これでも発芽しませんでした。浅はかな予備知識として、ほうれん草は発芽しづらいので一晩水につけとくといい、そんな情報を見聞きしたもので、勝手に解釈して、ほうれん草の発芽にはたっぷりの水が必要なんだと。なので最初の浮島式も水たっぷりですし、次の下から吸い上げ方式も、これも水を多めに入れてシャバシャバ状態でやっていました。ところがこれでも全然発芽しませんでした。で、頭を悩ませていたというか、もうダメというか、自分には向いていないと考えていたところへ、視聴者さんからコメントでアドバイスをいただきまして、ほうれん草の種は水に浸かってしまうと発芽しづらい、スポンジを利用する場合も湿っているスポンジの上にただ乗っている状態にしておく、もしくは発芽にはある程度水位を低くして霧吹きでの給水を行う程度にする、今まで自分がやってきたことの全く真逆のアドバイスをいただいたので、早速実践してみました。はい、というわけで改めまして、容器作りからスタートします。今回は 500ml のペットボトルを利用しました。ちなみにバーミキュライトは保水性を高める役割があるのですが、パーライトは排水性を高める役割があります。ということで、意味があるかは分かりませんが、今回混ぜて使ってみました。パーライトの効果でシャバシャバにならなければいいと思っています。意味があるかは分かりませんが、今回は2セット作ってみました。今までの下から吸い上げる方式とは逆で、上から水をかけて余計な水が下へ流れ落ちるって寸法です。これでもう水分過多になるのは防げるのではないでしょうか。種も新しくダイソーで購入しました。2個で100円ということで、早採りほうれん草と法葉ほうれん草を購入しました。豊かな葉と書いて法葉と読むようです。ではまずは寒さに強く多収穫な法葉ほうれん草から開けていきましょう。パッケージにも書いてありましたが、この種にはトゲがあります。硬そうですし、発芽するかちょっと心配です。では早速種まきをしていきましょう。今回は4つ種をまいてみました。で、まいた種は
バーミキュライトで薄く覆っておきました。次は早採りほうれん草を巻いていきましょう。こちらの種は先ほどと違いトゲはありませんでした。早採りほうれん草の種も同様に種を4つ巻いてバーミキュライトをかぶせて種まき終了です。で、最後に霧吹きである程度湿らせておきました。ちなみにほうれん草の発芽適温は15度から20度とされていて、低い温度には比較的強いのですが、高い温度25度を超えると発芽率が著しく下がるようです。それともう一パターン試してみたかったので、ウールマットでの発芽にも挑戦してみました。十分に吸水させて湿らせたウールマットの表面に種を置いていくだけです。9つの種をまきました。こちらも同様に9つの種をまきます。大丈夫だとは思うのですが、こっちにも一応霧吹きをかけておきました。水分が多すぎてもいけませんが、乾燥するのも怖かったので、念のため1日1回程度霧吹きで水を与えていました。こちらは本当必要なかったかもしれませんが、一応霧吹きしてました。で、種まきから3日しか経っていないのですが、なんと発芽していました。ようやくほうれん草を発芽させることができました。ちなみに早採りほうれん草の方から先に発芽しました。同様に3日後なのですが、ちょっと分かりづらいかもですが、早採りほうれん草の方がこちら発芽しかけています。紅葉ほうれん草の方はどうやらまだです。種まきから1週間が経過しました。紅葉ほうれん草の方も発芽してこのような状態です。早採りほうれん草の方もこんな感じです。で、ウールマットの方ですが、それなり発芽しだしているのですが、発芽した芽がいまいち所在なさげな感じで、これどうなんでしょうね。グダグダっぽいです。で、驚いたのが発芽して数日で芽はそれほど伸びていないのですが、根がもうペットボトルの底から伸び始めてきていて、こちらも根が突き出てきております。
根がここまで伸びるともう上から給水させる必要はなくて、根が浸かる程度に下のペットボトルに水を入れとけば OK だと思います。今回の内容はほうれん草の発芽に挑戦ということで、この辺で失礼させていただきます。今回の内容が誰かのお役に立てたなら幸いです。その後成長から収穫までうまくいきましたら、また動画をアップさせていただきます。ちなみにウールマットの方は相変わらずグダグダっぽいですが、こちらの1本だけが立ち上がって成長しているので大切に育ててみたいと思います。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。